らしさの姿に。間近で無防備にいるのはでろうか。いや、そうに違いない。どうしていきなりこんなことをするの？お前が望んだことだろう。喜べよ。ほら、これが欲しかったんだろう。すごい。夢見ていた以上の楽園だ。お前もそうなんだろう。こんなにみだらに俺に食いついてきて。違う、そんなはずじゃないのに。どうしてダメなのに抵抗できない。本当に私、心ではこうされたいって望んでいたの。兄様がこっちにも。見たんですね。私が何をしているかを。ええ、そうです。これは仕事とかじゃないです。みだらな小説を書きながら自分で自分を気持ちよくしていたんですよ。物語は最高潮。一番盛り上がるところで。よりにもよって兄様に。私もだいぶ良くなってきたところだったんです。今やめるなんて無理ですよ。もうダメです。死にます。
兄様が私と同じことをしでかしたら、どうされますか？やっぱり死ぬしかありません。お世話になりました。ありがとうございました。恥ずかしい趣味と自分一人で楽しんでいるのを見られて、それでわけわからなくなって、すぐにやめればいいのに逆に見せつけて、それでもっと興奮して、これより恥ずかしいことってありますか？きっとカヒレ、シュエはもう死んでいたのです。なのでここでもう一度死んでもどうってことないです。自分から見せつけてくる知女がいたと笑い話にでもしてください。これというのは、もしかして。こんなに硬くて、長いものなんですか？なるほど。なるほど。こと絶対にしてません。いくら取り乱しても兄様以外にあんなこと。そもそも兄様じゃなかったらあんな風になることだってなかったです。説得力はないかもですけど。ことは思いませんけど。兄様。違う気がします。逆にモヤモヤして足りないような、行き過ぎたような。兄様はいいんですか？こんなことをする変な女でも。私に負けないくらいスケベなんですね。もう。じゃあ、本当にやり直していいんですね。なんだかおかしなことになってしまいましたけど。兄様、私を愛してください。一人じゃないって、ぎゅっと抱きしめて。